美味しいよ。揚げたてだから一番いいね。はい、ピーマン。定食の種類によって色分け、お客様の注文に応じて、例えば定食が9つありますよね。その9つの中で注文された後の札です。はい、黄色やったら何になるんですか？黄色だったら欲張り、赤だったらエビ定食、はい、そのようにあります。お客様に水のついたのは出されんけんね、ちゃんとフィ段取ってますね。このお客様はこの色、このお客様はこの色ってなったら、この色によって中身が違うんですね。はい、それをフライヤーであそこで上がる方がこれを見て、そのお客様にと注文のを載せるって。はい、だからもう10人バーッと入れますからね、10人分のメニューを頭に入れておかないと。頭使いますね。そうです。素晴らしい、すごいですね。
と自分好みでね、お客様はこれ使ったりされます。おばあさんおじいちゃん喜んでくれる。こんな感じ。これでだいたいこのボール、2発分なんですよ。この天ぷら粉も3時4時ぐらいでは履けるよね。もうこれ全部なくなっ週末だったら。YouTuber さんの名前っていうかあれだけ分かればいいんでしょ。誰でバランスことない。よし。
それじゃそれいいよ。それ決めそうね。鳥が美味しかったろ。鳥がめっちゃ美味しかった。衣が薄いんで素材の味がしっかり感じられるので結構くるって感じですね。天ぷら定食美味しそう。お待たせしました。雑穀米で変えることもできます。なら中で出して雑穀米で。並んでお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございます。
い、すみません、お待たせしました。さつまいもです。はい、さつまいもとエビですね。はい、エビとさつまいもです。並んでお待ちください。5社で10個にしてですね。はい。次のもも肉と消しですね。で、次もも肉がお2つですね。2杯になります。しそチーズですね。ご飯よ。よいしょ。よいしょ。ありがとうございました。大盛りです。ありがとうございました。はい、ピーマンとさつまいもですね。
こちらで以上です。980円。俺980円。どうしたのかなって。980円。ああ、ちょっと待って。万札。いくの。はい。ありがとうございます。テストのピーマンですね。それテストの穴子ですね。エビが2つとおかげですね。安いのを分けておきますね。穴子キスの単品です。ですね。はい、ということはこれで終わりです。こちらもホタテですね。こちらがイセエとイカですね。ありがとうございました。
花ごとピーマンですね。これで終わりですね。ご飯も無料やろこれ。何が一番美味しかったですか？全部です。ありがとうございました。はい、さつまいもと単品の豚チーズです。ありがとうございました。お店は結構来られるんですか？はい、ちょくちょく。こんな暑い時にはなかなか混んでるんですよ。今日はどうしても食べたくなって。ホタテとナスです。はい。それは今何を取ってるんですか？イカの塩辛。それがね、美味しいのよ。柚子胡椒の味がして。それはサービスなんですか？そうそう、食べ放題。どっちかというとこれ食べに来てるみたいなもん。ここのはね、生臭くなくて美味しいんだよ。天ぷらはいかがですか？うん、美味しいよ。
揚げたてだから一番いいね。ありがとうございました。美味しいです。サクサクで。大盛りの肉丼です。はい、お願いします。うどんといったらここですかね、うち。分かった。ここに置いとってください。今いくつなんですか？ちょっとそれじゃ聞かんとってください。恥ずかしい。まだ18歳。美濃屋さんのいなりはね、世界一美味しいの。これは何作ってるんですか？かしわ飯具ですね。味が染み込むように包丁で切り込み入れてます。来た、つまってるから、はいつま1日通して5、6キロ分ぐらい毎回作ってます。店内で出してる無料の魚、結構人気なんですか？だいぶそうですね、これだけ持ち帰るようにも出してるんですけど、これだけ買いに来られるお客様とか、たまに20パックぐらい持って帰るぐらい。やっぱお客様からですね、顔を見て、美味しかったよって言ってもらえるとですね、続けたくなりますよね。
どんな感じですか、お店の雰囲気は。明るいと思います、みんな。その80代ぐらいの人から30代、20代までみんな結構キャッキャ言いながら仕事してる。働きやすいっちゃうね。年やけどまだ使ってくれるし。うちの親父が醤油屋から独立してこっちに来てから自分で始めたみたいですね。最初はなんで美濃屋っていうと聞きよったらいろいろ言われてたんですよ。美濃連山から来るとか飲み屋美濃屋とか、本当はそうって言ってましたね。美濃笠。高校ぐらいからですね、皿洗いから始めて勉強してましたね。他の職人がどうやってうどんを売ってるかとか、どういうふうにお店回してるのかみたいな。で、数年経ってようやく厨房入らせてもらってうどんを売って、20何年超えますけど、はい、6、7年ぐらいはずっともう下積みしよったですね。お父さんもされてて、はいはい、なんか言ったらちょっと大変そうな部分とかが見えたりするじゃないですか、はいはい、それでもやっぱりおうどんをお道に進もうと思ったのは何かあったんですか？やっぱ美味しかったからですよね。もう最初にその言ってた通り、ちっちゃい頃からうどん食べにここに来てて、ああ美味しいなと思って、で多分その小学校の卒業式の時とかになんかみんなほら将来何になりたいですみたいなことを卒業式こうやって言うじゃないですか、はい、でその時にもう僕は将来お父さんの後継いで美濃屋うどんで働きたいですみたいな感じのことを言ってしまってでそこからがもう始まりですよね。変わったキッチンじゃないけど、そこから独特ですよね。あまり見たことが。そうそうそう。ここに立ってたらもう本当にお客様の表情とかも分かるし、このカウンターの座る場所によって見えるこの風景が違う。そこの前の方からうどん売ってる職人の姿が見れて、こっち側に座るときはこっち側の人たちとか裏のね天ぷら作る人たちがどういうふうに仕事をしているのかを見れるのが楽しいというふうによく言ってもらえる。ファンが結構いるんじゃないですか？いますもちろん。ちっちゃい子とかもそれが見たくてここに来てるっていう子もいるし、結構いらっしゃるみたいで。ちゃんと左右均一にして
厚みと幅をちゃんと揃えないと麺が美味しくないんで。今日の麺はどうですか？最高ですね。おばあちゃん、これ人気なんですか？いや綺麗なことがちょっとってね、形のいいのが。これとこれは何が違うんですか？濃さ。濃度が違うんですか？そう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 。
こうやって揚げたらなんか味が変わるんですか、やっぱ。味は変わらんやろね。美味しいよ。肉さん。提供時間も気にせないかんし、そばもああやって全部手打ちでやってるんで、今度うどんがなくなりそうやけん、うどん打たないかんけど、そばがなくなったりしたら、ちょっとそば回してそばが提供はないかんけん、それをこう、ピッチ中は全部気にしながらやっていってるんで、そこら辺はちょっと手打ちの難しいところではあるかもしれないですけど、でも今うち社員2人いるけど、そこら辺はちゃんと意識して、やってくれてるんで、味でも楽しんでほしいし、目で見ても楽しんでもらいたいし、音でも楽しんでいただける、それがやっぱりうちが一番大事にしてる部分。
テーブルご案内できますか、どうぞ。いらっしゃいませ。ちょっと今お席がいっぱいなんで、よかったらおかけになって、お名前をお伺いしてください。まだいたまだ。天ざる二の次が穴子が1入ってます。はーい。カツカレー亭が来ます。はーい。カツカレーテーブル2番3人ですか。カレー上がります。すいませんね、順番お願いします。お願いします。はい。はーい。結構は白ご飯ね。はい、お願いします。テーブル4番さんです。穴子でお願いします。穴子亭です。ありがとうございます。どうも。卵うどん中1のお客様にお願いします。丸天うどんと肉ごぼううどん、味握り2個といなり2個。案内してもらっていいかな。丸天うどんと今リコさん一緒です。畳4番さん。天ぷらの盛り合わせ。わかめダブル7、8番さんです。すみません、ご注文しました。ご注文の商品以上でお揃いでしょうか。こんにちは、失礼します。はい、カツイチです。3番さんです。これお願い、後ろの方に。はい。カツでいいですね。どうぞ。はい。
したら資料さん。ごぼう。はい。ごぼう通ります。ごぼうの方も2つですね。どんどんざる麺お願いします。はい、お願いします。おはようございます。いいですか？はい、ありがとうございます。じゃあ、お揃いですかね。はい。明太がつきます。ここに明太が2上がってきます。はい、お願いします。明太なしに。2枚です。大盛りの肉丼です。はい、お願いします。で、柚子胡椒でいったら終わり。2杯いきます。エビ2杯いきます。中身の一番親子一あげます。いらっしゃいませ。はい、前の方失礼します。はい、天段上がります。はい、天丼のハーフが上がります。お願いします。すみません。ご無礼で。5個ね。はーい。天丼と親子が上がります。天丼のハーフで4番様にお願いします。天丼ハーフ4番。ごめんなさい、すいません、お待たせして。はい。はい。はい。ステージ11で終わりです。
はい、お願いします。唐揚げでカウンター一番様。はい。鶏天おろしの大盛りでカウンター一番様終わりです。はい、お願いします。シングル一番様。はい、それ。卵うどんとわかめうどん、畳の3番様にお願いします。うどんといったらここですかね、うちは。あるでしょ、やっぱり。同じ30年30付近で。お姉さんはちなみに何を注文されたんですか？天ぷら定食です。天ぷらどうでした？美味しいです。サクサクで。お待ちどおさまです。ありがとうございます。あ、枝さんに頼んでる。はい、もう一杯エビ天はスープおそばです。親子。そばの大盛り。親子丼定食のハーフのおそばですね。失礼します。天丼はーい。大丈夫。スイカル鶏天丼のスイカのかけうどんでありますか。ダブルです。はい。ちくわうどん大盛りカウンター5。店長名前目か。明太が煮上がってきます。テーブル4のさ、おろしのそば。
店にはよく来られるんですか？いますね。先輩後輩の中。その当時と今店長は？いや、何も変わってないですよ。もう昔のままです。これからお店をどういう風にしていきたいですか？もう頑張ってくれてるスタッフがたくさんいますので、そのスタッフと一緒にみんな地元を盛り上げていって、たくさんのお客様に喜んでいただけるようなお店作りをしていきたいです。美味しいうどんをこれからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。中川さん、毎日漁行かれるんですか？自分は漁じゃなくて釣りに一緒に、結構ヒラスズキとかいう珍しい魚とか一緒に釣りに行ったりしてて、漁の方はもう任せてて、気合は親父の時からだからでももう10年ぐらいはなるかな、安定的にイカ取ってきてくれるんで結構助かってます。明るくなったらすぐ漁を始めて取り始めると思うんで。上がってきたっす。本当だよ。ねえ、でかいでかい。よいしょ。ほい。これは取られても普通の人にはできない。色変わるんですね、こうやって。色変わります。締めたらやっぱ脳天締めするんで。表向けてってこと。ありがとうございます。今年の量はどうなんですか、例年に比べて。かなりいい方ですね。じゃあ向こうもあります。お昼の準備なんで定食系の仕込みばっかりして、であとはもう刺身のネタ揃えるとか、そんな感じです。
魚おろすところが映ってる。いや、あんたんちのメンツはね、あんまりな一回上見た方がいいっすね。ダメよ。毎度顔もドアップ。まだ動画見てるんですか。
上から見る感じになる。なるほど。うん、うまそう。118キロ。あれっすよね。それで選びに来い。じゃないって言うんだけど。この旅いいですね。欲しいな。はい、はい。はい。そうっす。あ、これをそうです。はい、どうぞ。じゃあ俺袋詰めしてくる。お待たせしました。これおかわりできますので見てくださいね。ありがとうございます。お
そこまで深くはないけど、なんでよかった。ああ、ちょっと。取れる？はい、すいません。ありがとうございます。ご飯手前。この油をはい。先に天ぷらだけ大丈夫ですよ。あ、ごめんなさい。普通のお醤油がいいかと思います。はい。ゆかちゃんご飯多かったです。いやいや、大丈夫、食べれる。大丈夫。呼ばれよ。なんて言ったら。すぐだからね。久しぶりに来たから。ゆっくり食べましょう。久しぶりどうですか？美味しい、やっぱりですね。お袋の味って感じ。そうそうね。いいですか、2人前で。わかりました。イカコースに。あ、通常何時間聞いて決まったら分かる。イカコースのイカですね。この後煮魚の定食来るんで、イカ食べながらまた見てください。
お待ちです。ご飯いいよもう。めっちゃいい声。はいよ。はい、お疲れ。これお塩でもよかったらどうぞ。これ普段から置いてあるんですか？いえ、特殊な時だけです。漁に行ってたまたま取れて漁師さんからいただいた時とか、いろんな魚が入ってたまにある時にこれをメニューにして食べたいって言われる方がおられれば出すように。はい、これ天ぷらです。これを見ましょう。甘い方がいいかな。ご飯ついたっちゃけど。でっかっ。ありがとうございます。また寄りますね。頑張ります。うまそう。
中川さんは2代目になられるんですか？そうですね、2代目になって初代の父が漁師やってて、それの後を継いで自分が今やってます。おかみさんはお母さんですか？そうです、はい、いろいろ身の回りのことやってくれてお店の管理任せてます。お店を継がれて大変やったこととかいろいろありましたか？自分が漁師をしたわけじゃないんで、やっぱりその地元の人の漁師さんとかとの仲とかを作っていく過程が大変だったんですけど、やっぱり父の影響でいろいろ紹介してもらったりですね、うまい具合につないでくれたんで、比較的スムーズには行くことができました。おすすめのメニューとかってありますか？おすすめは地元の魚とか結構漁師さんからいただいたりしてるんですけど、やっぱり、ヤリイカがうちの一押しにしてて、活き作りと後作りの天ぷらとかですねは美味しいと思うんで、ぜひ。自分がもともと魚嫌いで魚が食べれなかったんですけど、魚嫌いの自分でも新鮮な魚とか旬の魚とかを食べると美味しいと思えたんで、そういう魚をこだわって自分が美味しいと思えるものだったらお魚好きな人は必ず美味しいと思うんで、新鮮なものを常に出していけたらと思っています。イカはですね、大きさがあるんですけど、どのぐらいのイカなんですか？はい、次のイカスベロガって。はい、イカですね。俺が取られる予定じゃなかった。いらっしゃいませ。イカ祭りの、はい、どのくらいのイカが出るんですか？平日が10キロから15キロ、週末が20キロぐらいです。20キロってイカ何杯とか？300平均で60杯ぐらいですかね。そうですね、もうずっとイカをさばいてるような感じです。ありがとうございます。ごめんね、ありがとう。入れて入れて、これはちっちゃめっていうか、310円だ。飲むの、はいはい。漁師小屋さんに来られたんですか？友達が今イカ祭りやってて美味しいよって言ってくれたんで。お味どうですか？美味しい。ボリュームもたくさんだし、イカも美味しくてここね。お疲れ様ですよね。どうですか？でもらい。はい、すいません。はい、どうぞいただきます。ありがとうございます。ゆうすけ5台になるかも。5台なら白でいけるよ。あ、白でいこうか。だからテーブルが4やろ。これがね、今入ったそれかな。はい。失礼します。こちら4台来ますので、奥から4台。もうじゃこっちですね、名前は。当たったと同時に下から仕事したらしい。
本日は何の集まりなんですか？グランドゴルフグランドゴルフの集まりで。老人クラブです。老人クラブさん、どうしてこのお店にされたとか、結構よく来られるんですか？そうですね。今日はイカ祭りです。はい、イカ祭りで来られたんです。とりあえず来たと。とりあえずお味どうですか？美味しいですよ。そうでもないですよ。そういう人が一人も。お客さんがいるのよ。上うまかったよ。ありがとう。お願いします。はい。イカシューマイ。イカですね。はい、ありがとうございます。それからのこれ。10回くらいここに来てます。今日はどういう集まりですか？お友達。お友達の。日本語お上手ですね。お味の感想をいただきたいんですけど、イカどうでした？とても美味しかったです。はい。お味とかどうですか？めっちゃうまい。Only for numbers. どうします？天ぷらか焼きか前刺しか。天ぷらでいい。はい。これ天ぷら。はい、海鮮で調べたら一番美味しそうなところがここでこいこっかってなって大正解刺身半端なかった。すいません。いやもう。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、すみません、お願いします。
寒くないなんだ本当。光を混ぜます。これヒラスですね。これ水かな。これヒラメ。
そうですね。味とかもな。腕なんて書いてるんですか？これ魚竜で自分の名前が入っとるだけ。魚と良太郎って言うんですよ。当て字で。雪やろ。や
ど今これマグロですね。マグロですね。コシナガマグロって言って、むちゃくちゃ脂の太いですよ。明日も入らんちゅう。鈴木とフグと荒株。食べに来るだけの人多い。で4軒分ぐらい買わないけんけ。まあそれなりに仕入れるけどね。今の時期は何が美味しいですか？まあ今からフグとかも冬の食材にも変わっとうけどさ、まあブリ系よね、タラとか、まあ底もんが出てくるけど、あと今からヒラメとかもなるよね、冬場になると。今作りよう分は業者卸、寿司屋さんであったりとか、あと料理屋さん、それが終わったら今度は直売所の魚を作って、まあまあそんな感じで、あとは2階とN丸の魚を準備するような感じで、ここら辺のは直売所に出す魚。きれいに作っちゃなんかね、お客さんが見て美味しそうやなって思うよ。一発がでかいですね。うん、板ごと、うん。これお客さんに売るやつ。市場で欲しいって言ったら、そうそうそう、うん。コーヒー飲む。
安いの安い。俺61。初代がおるよ。うちの親父が増田鮮魚店っていうのがあって、もう本当の一般の氷の魚屋さんあって会社にしたよね。法人にしたよ。今これ飲食店さんもされてるじゃないですか。これはいつからされてるんですか。5年ぐらいかな。その前はね、そこにテント張ってしょったんやけどね。それが1年ぐらいしたかな。で、飯沼の店の方はもう15年ぐらいになるね。もともと飲食経験は社長あったんですか。ない。もう全くの魚屋だけどいろいろしたよ。寿司屋もしたしラーメン屋もしたし、なかなか素人がパッと入ってきてできる仕事やないっちゅうところではまあ職はいつまでもあるとは思うけど、ただやっぱこの業界に入ってくる人は少ないやろね。汚いっち言い方はまた違うけどね、冬場になれば寒いし朝早いしね、本当なかなか難しい仕事と思うよ。それはもう接客業全般に言えるのはやっぱお客さんからさ美味しかったよとかさまた来るねって言われるのがやっぱ醍醐味やない、ここの店の魚やないとダメとか言われるのはやっぱそれが嬉しいばっかりに今まで続けてみたいなもんやろ。お客さんからのその一言が励みになってからみんな続けとんやろうと思うよ。まあそれに利益が絡んでくるとかやけね、そこでからまあなんとかやっていけるんやったらまあそれ励みにしようやね。4時に出てきてだいたいここある程度片付いたら10時ぐらいに向こうに入る。向こうは向こうで人間が朝入っとけね。で向こうの準備しておけ。まあうちは人がおらんけどとにかく自分が一生懸命頑張る。募集中です。宣伝しとって YouTube でもけど、これは少ない方なんですか。もう全然今日は少ないです。これマグロの頭肉頭本マグロ。白池16番、はい、雲池頭池、さあが、後池道外、記号は向こうが先を126が1枚、はい、雲池頭池、後池道外、けい、後池道外、けい、後池道外、けい、後池道外、いや、後池道外、後池道外、白池、これ1000円、後池道外1000円、後池道外8巻、後に3枚あるように、けい、後池道外200円は43番が1枚あと2つ残り池道外、昔よりから分かりやすいけどね、不調中のがあったから一般の人に値段が分からないようにしてる。どんどん下がっていくんですか。ここは下げてる。自分で競りたい値段を言って、お客さんがその値段に合えば買いますっていう。本当は1000円で仕入れてきた品物でも、これが2000円売れるなと思ったら2000円からおらんで、お客さんがそれに値段が合えば買うっていう。福岡北九州の大きい市場と地方卸売市場との違い、数字の競り用語が各市場で違うっていう。道外4はこっち行け36番が1枚、後池道外、後池道外までめ、後池道外天井、後池道外天井、はい、雲池白口の雲池着物が1面は10番が1枚あと2つ残り池道外、はい、6巻。ケースから行きましょう。はい。その下に書いて書こう。
ヒラメの2尾泳がしてですね。はい、行きましょう。はい、ここ行け。これ天然ヒラメが1年3年5はいこれ目県に向こう行きましょう。吉野さん、小さいって言いながら買うね。ヒラメ。ヒラメですか。天然ヒラメ。天然やけバッチリよ。今日は何にして出すんですか。これは。お刺身。お刺身。はい、回転はこっち10番と64番ね、鉄板3番3号はい、80番が245はいちょっと高級海賊出たそれはカットしとって大ぶりがありますよやっぱでもそういうのもあるんですか。あらしょっちゅう海賊ないよやっぱねできるだけ安く買おうと思ったらやっぱこれだけ人がおるけね思いが違うけはいしょはい、雲行け、頭行け、山口の明太。はい、雲行け、頭行け。動画いてって。先生、後行け、動画いてって。はい、後行け、動画いて。3000両はこっち行け、地域70番が1枚、あと2つ残り行け、動画い。はい、後行け、動画いて。1枚残り行け、動画い。お仕事は何ですか。魚屋。お魚屋。野菜屋。それとコンビニ。魚見てある程度値段が自分の目で見て決めてこれ3000円ぐらいねと、呼び方が一応12345で呼び方いろいろあるんですけど、リャンが2なんですよ、で天は3番です。まずはそこを多分一番最初に覚えると魚屋も一番できるんで、まずはその富豪からみんな覚える、一般の人に見られてテレビとかこういうふうに取材があっても例えば2800円で通ったら結局魚屋さんがかけて売るじゃないですか。そしたらそんなに安いのにみたいなでバレんように原価がバレんようにしとんやないですかね。スタートの値段とか決めるのも結構難しいんじゃないですか。そうですね。だけどもうそれはもう競り人次第ですよね。もう競る人がパッと見てもう大体これぐらいやねとかで、今日見たら少ないけどちょっと高いよねとかで、あとはもう感覚ですよね。うちの会社でも競り人の指導って結構もう難しいとこあって、もうこれなんていうんですかね、感覚をちょっとつかむ、もう教えてマニュアルがあるわけがないけ、もうだけどなかなかやっぱ後継者が育たんみたいなところはあるんですよね。はいっていう時あるじゃないですか。あれはもう単なる掛け声、気合い入れるだけですよね。自分自身にも入れようし、買い手にも気合い入れてこれぐらいで買えよう。その競り始まる前ってやっぱちょっと気合い入れたりするんですか。そうですね。ある程度やっぱ今日少ないねと思ったらもう少しでも高く売らないけんねっていうやっぱ心構えはあるっす。で逆に言うと多い時はもう今日売れんけんって飛ばしていかないけんねと、もう安くおらんでどんどん流れよくしていかんと結局途中で詰まったりするとかえって売れんことになるんで、流れよくどんどんいくようには自分は心がけてる。それもみんな競り人次第です。ここの市場はどんな特徴があるんですか。地元芦屋とか金崎とかの海が近いんですよ。だからやっぱ結構新しいのが地物は来るんですよね。地魚がですね。今日はもう四季なんで全然ないですけど、いつもはもう例えばもう来た時にまだ動きようとか泳ぎようとかそういう状態の魚が結構来ますね。イカなんかでもこう透明のまんまとか、そこがここの特徴ですよね。これ黒鯛やろ、これがブリやろ、網のヤリイカが2つと、でこれはハトだ。今日はどうなんそこそこみたいな。いやもう今日少ないね、ものすごい。魚も風が吹くとダメね。雨より風の方がダメね。波が立つけ。昔に比べるとはるかにやっぱ湿気が多いもんね今。やっぱ天気がほら異常気象みたいにやっぱ風が強いや。低気圧ってもう台風みたいな吹くや。刺身どんな風かな。ある？少ないですね。少ない？黒いく黒。2本いこうか2本。1本選択。そうやね。魚の時点これは煮付けにした方がいいとか刺身にした方がいいとかいうのがあるよね。あと鮮度とか。魚ねこう肉屋さんみたいにこう安定供給じゃないけどね。今日毎日に市場出てきてみらな何があるかわからんし、鮮度もさ毎日に変わるやろ。だからやっぱその都度考えてから。空っぽからのお魚が来て、それを今入受けして並べてます。これはあ
寒くないなんだ本当。あ、やっぱもう一番目ん玉とエラでしょ。はい、このエラのこの赤さとか、こうもう新しいやったらこう赤々しとすもんね、こんな。で古くなるとこれがね、もう黒くなったりする。カツオ、それから荒かぶ、明太、天然の鯛、あとは天然のヒラス。これだけ何キロぐらいあるんですか？これ何キロかな？8キロ。8キロ。青もん系はやっぱ当日の当日やね。で、まあ白身とか明日に仕込めるもんは明日に回す。あ、大丈夫です。これは大体尾道で一番脂が乗ってるところですね。
ね、こっちが赤肉の方なんですね。入るからなくなった商品がね、お刺身種類をいろいろ買って味はね、やっぱり新しいから全然違う、甘みがあるお魚のね。いや、これも美味しい。これ入っとあんたいるやん。これ入っとけ、これ買ってタコ、これカレーのね、マコ入り煮付けにする方が好きって。私唐揚げが好きなんやけどお客さんの要望でありがとうございます。ございました。エビフライ。
いやもうまあ新人や新人まあ10年ぐらいかなしたら64昔から和食をやってるんですか？そうそうそう何歳からやってるんですか？18からずっと大阪で大阪で何ですかこれ煮崩れせんようにな角を取っても煮戻すとききんぴらよ
今度10時半からお客さんがもう一回バーッと詰める。これ買って、こっちにして。あ、大丈夫です。ちょっとご確認させていただきますね。実は
はいどうぞいらっしゃい。地魚丼って何が入ってるんですか？今日はですね、ヒラスとタイとサーモンとヒラメとカツオとフグの6種類ですね。それは毎日変わるんですか？変わります。今日ちょっとアジとかがなかったんですけど、アジが入ってるとか、なんかいろいろあります。はい。マンゴー豚5番のお客様。こちらが大盛り、これガリわさび小皿、下にアラの骨取り皿ございます。ご自由にご利用ください。いらっしゃいま最高です。タイの出汁が効いて美味しいです。お借りいたします。海鮮なんですね。2番でお呼び。はい、すみません。お願いします。番号札2番でお待ちのお客様、お待たせいたしました。お借りいたします。こちらからガリわさび小皿、ご自由にご利用ください。これなんか美味しそう。チョイス。すみません。896円になります。6円が1件。合計で。お待たせいたしました。いただきます。はいどうぞいらっしゃい。はいすみません。番号札10番、11番でお待ちのお客様、お待たせ。すいません、そして追加で一つお願いします。
あ、それニコイチ。5番刺身定食でお待ちのお客様、お待たせいたしました。ガリわさび小皿、下にアラの骨取り皿もございますので、ご自由にご利用ください。金あった。用語いっぱい。この値段でこんだけの種類があるというのはなかなかないでしょ。北九州比較的お刺身とかもあるけど、この値段でこんだけ揃ってるところはなかなかないですよね。何冊まで限定があるんですか。ありがとうございました。ありがとうございます。美味しかったです。はい、満足です。はい、また来ます。また来ます。前後して申し訳ございません。番号札14番、わさび小皿、ご自由にご利用ください。ありがとうございました。ありがとうございます。
どうぞごゆっくり。これがテレがついてみたらいいよね。はい、お願いします。番号札15番荒炊き定食でお待ちのお客様、お待たせいたしました。はい、お預かりいたします。ご飯のおかわり可能ですので。はい、どうぞいらっしゃい。いらっしゃいませ。ありがとうございます。3円ですね。はい、ありがとうございます。うまい。お店はよく来るんですか？ちょこちょこですね。1週間に1回ぐらいですね。なんか口に合いますね。ここ来てから他のとこあんまり行かなくなりました。やっぱりなんか新しいのと、なんか開放感があるですね。ここで食べるの。ご自宅とは違いますか？あ、違います。はい、すみません、お願いします。番号2つです。こちらの番号でお呼びいたします。お持ちになってお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。番号札23から20。それはどれかな。マグロ丼とサーモン丼ですね。はい、こちらです。ここはリーズナブルで美味しいだからいいですよね。兄さんお味どうですか？美味しいです。最高です。ごちそうさまでした。荒炊き定食のお刺身お願いします。
はい、泡立ち。1日でどのくらい使われるんですか？20玉は使うですかね。サラリーマンも福岡でやってたんですけど、平野っていうお好み焼き屋さんが広島に行くたびに行ってたんですけど、平野でこうちょっと働かせてもらって、修行させてもらいたいなっていう思いがどっかにあってですね、平野のおかみさんにちょっと修行をさせてもらえませんかっていう形でやる気があるんやったらいいよということで、会社を辞めて広島に行かせてもらったって形ですね。平野っていうお店は広島風の麺が入りながら、こっちライスが中に入ってたりボリュームがある、なかなかあんまり広島でもそんなにないスタイルのお好み焼き屋さんで。これは広島のおかみさんの絵です。バラ肉ですね。ラードとかをあんまり引かないでやってるんで、豚の脂で焼いてるんで、お肉はやっぱりいいやつをちょっとお肉屋さんに選んでもらって持ってきてもらって、ちょっと厚めに切ってもらってるんですね。そばの麺は広島の製麺所から2日に1回ぐらい直送してもらってますね。
もう前日から準備されてる？そうですね、前々日ぐらいから研いでますね。どうしても寝かせないとすぐ使えないんで。様ですか？はい。はい。お願いします。2枚でよかったっすよね。今日はどうしてお店に来られたんですか？ネットの口コミで美味しいってあったので来ました。肉玉そばライスとシーフードそばです。めっちゃうまいです。玉そばのチーズトッピングを2つ。豚玉焼きそば入りで卵煮ことができるんですか？今日は
8割ぐらいで大丈夫です。上がるんですけど、左今日はどうしてお店に来ようと思ったんですか？彼の紹介です。何回か来たことあって美味しかったからちょっと紹介しました。食べられてみてどうでした？美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。
親父のお店なんですよ。まだ継いではないですけど、継ぐ予定です。継ぐ予定。はいやっぱり幼少期からお手伝いとかされてたんですか？全くですね。全く。食べには行ってましたよ。はい美味しいなと思って。で、自分はその料理が好きで、うどんが好きだからこそ好きなものを作れるっていうのもありますよね。みんなが喜ぶようなものを作れるっていう自信はあります。お客さんが美味しそうに食べる姿が見るのも楽しいです。出汁をしっかり取ることでめちゃめちゃ美味しくできる。干し椎茸と昆布とあと鰹節ねを出汁を取って塩を絡めに使うんですけど、あと具とかもちょっとこだわってる。やっぱ具の切る大きさもですけど、お客さんが食べやすい大きさであったり、やっぱ食べやすくしてなおかつ存在感もちゃんと。結構うちごぼう天うどんとかが多いんですけど、これですね、厚みをものすごく薄く切ってるんですよ。薄く切ることによってお子さんとかお年寄りの方も食べやすい。
せられる写真。ふわふわから柏おにぎり2軒。ミニセットカットです。多分大丈夫だと思うんですよ。うどんが美味しい。発祥の地やね。めっちゃ美味しい。はい。全然いい。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、ありがとうございます。いらっしゃいませ。何名様。秋山先にお願いします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
パンみたいな匂いしないですか？はい、じゃあ残りだけです。送らせてもらおうかな。ずっと気になってるの。その時は何の意味があるんですか、これ。とても美味しかったです。おうどんのコシがあってね。お口に合いました。とっても美味しかった。麺もつゆも。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、夜のお待たせいたしました。カツとじ丼ですね。ごゆっくりどうぞ。お風丼でございます。失礼します。あ、